2度ぶたれるも幸せをつかんだ男。パトリック・コーラサワーの人生。パトリック・コーラサワーは機動戦士ガンダム00に登場したキャラクターです。劇中では様々な機体に登場し、様々な戦場で撃墜されましたが、どれだけやられても生還し続けた不死身のパイロットです。今回はそんな死亡フラグを全てへし折った男、パトリック・コーラサワーの人生について解説させていただきます。俺はスペシャルで2000回で模擬戦なんだよ。まず機動戦士ガンダム00ファーストシーズンの世界では、西暦2307年、エネルギー源として宇宙太陽光発電システムと軌道エレベーターを構築していました。そしてこれらのシステムを所有し、莫大な恩恵を得られるのは世界三大国家軍のユニオン、AEU、人類革新連盟だけという情勢でした。そんな世界において AEU は新型モビルスーツイナクトの公開軍事演習を行い、多くのメディアが集まっていました。そのイナクトに登場していたパイロットがパトリック・コーラサワーとなります。コーラサワーは AEU 加盟国であるフランス出身の人物で、この時28歳です。自称 AEU のエースであるコーラサワーは自信過剰で喧嘩っ早く、女たらしという性格から上層部も手を焼く問題児ではありながらも、2000回以上のスペシャルスクランブルをこなし、模擬戦では全勝という実績を持っており、パイロットとしての技量が高いことからイナクトのテストパイロットに選ばれました。そしてイナクトお披露目の公開軍事演習を行う中、突如乱入したガンダムエクシアと交戦することになります。直前の演習の際には高い操縦技術を見せていたコーラサワーですが、エクシアとの圧倒的な性能差から防御しているにもかかわらず切られてしまい、致命傷だけは避けるも撃墜されてしまいました。ここからソレスタルビーイングは世界への武力介入を開始するのですが、コーラサワーは世界で最初にガンダムに介入され、倒されたパイロットとしてその名が広まります。こうしてガンダムに強い対抗心を抱くようになったコーラサワーですが、次に登場した際にはマクロス張りの雄たけびを上げながら登場するなど、派手な登場をして目立っていました。再びガンダムと交戦した際には、バーチェの攻撃で両機がまとめて吹き飛ばされる中、自分だけは直撃を免れるも余波で墜落します。このように実はよく見ると高い技量を持つパイロットであるにもかかわらず、一瞬だけ現れては即退場させられるというネタキャラとして登場していました。その後三国合同演習の際にはガールフレンドと遊んでいたことが原因で遅刻をしてしまいます。そしてブリーフィングの場へ入ったコーラサワーは入って早々カティマネキン大佐に2度殴られるのでした。2度もぶった。しかしよく見るといい女カティにコーラサワーが一目惚れします。その後ガンダムを罠にはめるべく動くカティは出撃を求めるコーラサワーに男にしてやると言い出撃させませんでした。しかしガンダムを徹底的に足止めし消耗させた先にコーラサワーはついに出撃し、ガンダムと交戦します。バーチェとの戦いではティエリアが疲れているとはいえ攻撃を軽々と回避し、味方と連携してバーチェの旅客に成功しました。こうして戦果を上げたかに見えたコーラサワーでしたが、バーチェ救出に赴いたガンダムスローネアインに撃墜されるのでした。このようにいいところを見せようとした矢先に撃墜されるということを繰り返していたコーラサワーは、ある日カティを食事に誘おうとカティの宿舎を訪れます。カティは AEU 所属国のエースを集めたモビルスーツ精鋭部隊の編成にコーラサワーを入れるかどうか考えていたところでしたが、ドアを開くとそこには真っ赤なバラの花束を抱えたコーラサワーが立っていました。食事に誘おうとするコーラサワーに対して、今世界は大きな変革期を迎えようとしている。そのことについて考えるようなことはないのかと投げかけるカティでしたが、はい、ないですと即答し、カティは呆れるも心を動かされるのでした。その後は新設された合同モビルスーツ部隊に所属し、戦いを繰り広げていくことになります。配属直後は自分の名を名乗れば一番最初にガンダムに介入されボコボコにされた男と言われていましたが、ジンクスで出撃した際にはデュナメスの GN ミサイルで損傷するも、逆にライフルを破壊しティエリアを守ろうとするデュナメスをそのまま中破させています。大佐のキスはいただきだ。
徐々にガンダムを追い詰める国連軍のジンクス部隊でしたが、トランザムを発動したバーチェの大出力攻撃により一掃されてしまいます。コーラサワーは当たっていませんでしたが、崩壊した隕石の破片が頭部に激突して破損し、そのまま戦場を離脱するのでした。すみません大佐、やられちゃいました。心配させよってバカ者が。再び出撃したコーラサワーはナドレを追い込みます。とどめの一撃はナドレの頭部を直撃し、逆にナドレの攻撃は身をそらして直撃を避けるという技量の高さを見せつけますが、機体は大破。ジンクスのコックピットは股間部にあるとはいえ、一見死亡したかのように思われました。機体は外宇宙へと流されかけていましたが、漫画「機動戦士ガンダム 00F」の主人公フォン・スパークがガンダムアストレアタイプ F で宇宙を探索していた際に偶然発見し、蹴り飛ばして軌道を修正し、コーラサワーは無事帰還します。そしてファーストシーズンのエンディングでは何事もなかったかのように式典に参加していたのでした。このようにファーストシーズンの劇中で何度もやられるも生還し続けたコーラサワーは、セカンドシーズンでもカティを守るべく自ら志願して独立治安維持部隊アローズへ転属し、ジンクス3に登場して戦いを繰り広げていくことになります。自分は7度のガンダム戦を行い生き抜いてきました。仲間からついたあだ名は不死身のコーラサワーです。アローズは反政府活動を弾圧する任務を行う部隊なので、カティはアローズに関わるなとコーラサワーに入隊を反対し、不死身という異名はただの皮肉だと言っていましたが、実際のところ精鋭揃いのアローズに志願して配属されている時点で楽観的な考え方と裏腹にパイロットの技量が高い様子が伺えます。そんなコーラサワーはセカンドシーズンでもガンダムと戦いを繰り広げます。ケルディムとの戦いではライフルを撃ち抜き、一気に接近戦を仕掛け、両機との連携でロックオンを追い込みます。くしくもダブルオーライザーの介入で撃墜はならず、あと一歩のところでケルディムに殴られて退場しましたが、やはりその強さを見せつけました。そして後半のアローズとソレスタルビーイングの最終決戦ではガンダムと共闘していくことになります。ここではアヘッドの攻撃を紙一重のところで回避しながらビームを叩き込むというゲートをやってのけていました。その後ガガの大軍がカティの間に攻撃を行う際、トランザムで突っ込むガガの正面に割り込んで GN ランスを突き刺しますが、カティを守り爆散するのでした。大好きですカティ。こうして死亡したかに見えたコーラサワーですが、この爆発の瞬間、何気に右下へ伸びる白い煙のようなものがあります。実はこれが脱出したコーラサワーの描写と言われており、何事もなかったかのように無事生還してエンディングでは大尉に昇進。本作の主役陣を差し置いてテーマソングのサビ部分をかっさらい、カティと結婚したのでした。いやー、不死身のコーラサワー改め幸せのコーラサワーになりました。こうしてガンダム00の中で最も幸せになった男とも言われるコーラサワーは劇場版でも登場します。カティとの夫婦生活を優先しすぎた結果、順位に降格されていましたが気にしておらず、今度は金属生命体エルスとの戦いを繰り広げます。パジャマ姿でカティを和ませるコーラサワーですが、正体不明のエルスのことを悪い宇宙人と言っており、正体を半分言い当てていました。その後指揮官仕様ジンクス4で出撃します。次々とエルスを撃破して活躍しますが、圧倒的物量の前に徐々に追い詰められ、最終的にエルスに機体の大部分を侵食されて脱出もできない状態となりました。そしてカティへ最後の通信を送り、死を覚悟して自爆しようとしますが、タイミングよく通りかかったダブルオークアンタの攻撃でエルスが撃ち抜かれて機体が爆発。めくれ上がったシートが盾となって身を守り、無事生還したのでした。ちなみに劇場版では両機が次々と撃墜される中、エルスの攻撃を華麗に回避し続けている上、自爆の瞬間までトランザムを温存していたという圧倒的な技量を見せつけています。余談ですが、コーラサワーはもともと一機の適当なところで死亡させる予定のコメディリリーフ要員として登場するも、憎めないキャラ設定からか最後まで生き残ったという話も存在します。数々の死亡フラグを立てながらも全て覆してきたお調子者キャラですが、実は戦闘シーンをよく見ると攻撃も回避もパイロットとしての技量が非常に高い演出がされており、何気に
最強クラスのパイロットと評されることもある人物となっています。水星の魔女ではグエル・ジェタークを令和のコーラサワーと呼ぶ声もありますが、果たしていかに。へへ、エースの心得を学びに来たか。有名人は大変だぜ。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。